テキラダテジョンです。というわけでね、今回もね、レジェンドリーグからやっていきたいんですけど、今回も320取れました。やったーという形なんですけど、前回のね、320とはね、自分の中でね、違う320になってまして、それはどういうことかというと、ちょっとだけね、編成変えてみたんですよね。っていうのが、これ、下のね、やつと見比べてほしいんですけど、ルートライダーの数、バルキリーの数をね、変えましたと。6対8体だったのを5対5体にして、アイゴレを採用してるんですよね。あとは細かいところで言うと、バルーンも1枚減らしてとかだったりするんですけど、見てほしいのが、このスーパーウォールブレーカー以外、スーパーユニットの採用をしてなかったんですよね、僕。っていうところを、ちょっと正直甘えだったんですよね。めんどくせえし、いっかと思って、最初にね、解放した時にスーパードラゴンの編成やってたんで、枠が埋まってたんですよ。スーパードラゴン編成を解放してる状況で、ちょっとルートライダー試してたんで、スーパーユニットが売り出せてない状況から一旦この編成でいっかってしてたっていうところを、甘えをなくしまして、スーパーバーバリアンをついに採用しました。その結果、めちゃめちゃ全開取りやすくなりまして、際どいところとかも、マジで強いわっていう、なんか最後の終盤の伸びっていうのが大きく変わってね、すんごい当たり前なんだけど、スーパーユニットってやっぱ2枠使えた方がいいわっていうところと、トップ層の人からしたらね、当たり前なんだけど、スーパーバーバリアン強いわって久しぶりに使って思いましたというわけでね、今回はね、編成をちょっといじってみたルートライダー編成見ていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。呪文構成はいじっておりません。オーバーグローのね、動画とかも多分そっちの方を先にね、紹介してると思うんですけど、このアタックしてる時にはまだね、オーバーグローの紹介をしてないタイミングで撮ってるので、オーバーグロー採用する気にはまだなってない。てか、するかどうかわかんないんですけど、未来系なんで、それも。このね、6体のスーパーバーバリアン、言うて30枠なんで結構重いんですけどね。これがね、結構ね、やっぱ楽になるなーって思いました。で、僕のやり方は、ルートライダーのサイドカットとして使うロイヤルチャンピオンなので、まずは道を作っていくと。基本的にはタウンホールに突っ込む形を作りたいです。で、まずは削りを入れていくっていう形ですね。この辺も人によってね、ヒーローギアとかいろいろ変わってくるところだと思うんですけど、僕の形はホグ人形とエレクトロブーツで、まずは削りを入れていくと。いいですね。で、フォックスやられちゃったんで、回収はちょい早めにというところで、フォックスが生きれればいいんですけど、こういったところね、対空砲とかに、ウィザード当てれる形が取れても面白いかなとは思うので、一応インビジブルタワーのね、解除もしっかり見たジャイアントアローを飛ばしつつ、本体パート真ん中からスタートというような状況です。なんですけど、ちょっと、クイーンさんすんごい大騒し、すんごい動いちゃったのと、ルートライダーとね、アイゴレがちょっと逸れてしまったのがね、あんま良くなかったですね。ただ、ここ、やりたかった中心レイジトームっていうのができるような形でギリギリなんとかなりましたと。アイゴレ流れちゃったんだけど、流れたら流れたり下でいい仕事してくれましたね。で、中心部レイジかけつつ、リクスケルトンとかはね、やっぱロイヤルチャンピオン真ん中いることでエレクトロブーツでぶっ飛ばせるのはやっぱ強いなというところ。で、突破してからのキング能力解放。ロイヤルチャンピオンのホグ人形っていうのはできる限り温存していきたいです。できれば終盤に使いたい。呪文がなくなってからの一押しとしてね、やっぱロイヤルチャンピオンのホグ人形は強いですね。で、あとは外周部っていうところなんですけど、さっき言ったスーパーバーバリアン全然出てこねえじゃねえかっていうところで、ここですよね。対1クロスのタゲを取ってくれると、僕今までこの枠一切なかったんですよ。もうバルキリーとルートライダー真ん中とカーンだったんで、この一瞬のためを作ってくれるのって結構でかいんですよね。外周部の防衛施設もね、やっぱ置いてあること結構多いですしね。さあ、そしてテスラの竹を取ったり。今回はね、あれだったんで、もっとギリギリの展開だったらこのスーパーバーバリアン1体で世界変わることもめちゃめちゃあります。スーパーバーバリアンが強いとかいうなんかもう、すんごいなんかもうみんな知ってるようなことを今更動画にしてるんですけど、結構ね、採用してない人とかも、レジェンドリーグやってない人とかといたりするんで、した方が強いよっていうことをね、やっぱ初心者の方とかね、慣れてない方にも紹介したいし、ルートライダー編成やってない人とかだとね、わかんない人もいたりするんで、改めてね、
トップ層の人に関してはね、僕から言うことって逆にないからね、もうあんまり。はい、まずは削りを入れていくという形。これ結構ね、いい感じにやりたい動きできてるなーって、めっちゃいいって思いながら攻めてましたね、これは。マジ理想ですね。入り込んで、このね、タウンホールだるいよな。燃焼ダメージ、フォックス持っていかれて。まあ、できればここ、持っていきたいっていうところをしっかり回収。ホグ人形型なので、マジで能力割きたくないです。ロイヤルチャンピオンのね。で、援軍を釣りまして、ポイズン処理。ここはちょっと時間かけてもいいなっていうところ。ロイヤルチャンピオンパートでね、結構時間使っちゃってはいるんですけど、丁寧に援軍処理してからでも大丈夫そうかなというところ。若干ヒーラーも足してあげて、タイチクロスのタゲタやってるんでね。はい。で、アイゴレ採用したのがね、初だったので、2本目のアタックなんで、ちょっとアイゴレスタートするべきでしたね、これは。忘れてたんだよね、アイゴレ出すの。で、ロイヤルチャンピオンが逆に、エレクトルブーツでね、パッシブで回復ついてるんで、ちょっと早めに出して、できるだけ HP 早めに回復しようみたいな意図でこういう使い方をしてるんですけど、危ねーっていうところ。で、ここは、ちょっと、相手のヒーローと、防衛施設にね、フリーズをかけつつ、クイーンパートで突破。ちょっと2ヒーローいるところなんで、サイドカットが間に合わず、キングが外周出てしまってますね。で、上がここ、ベビドラとスーパーバーバリアンに削入れてます。ベビ採用してるのもね、こういったところアーチャーターのだけ取りつつ、スーパーバーバリアンのためのね、なんか、軽くしたりとか、ストラに対応できない防衛施設もね、あったりするので、ベビドラが刺さるシーンっていうのは一定数ありますと。こういったところもね、超団体砲打ってくれてるのもベビ強いよね。で、スーパーバーバリアンがね、12時あたりをがっつり削ってくれたことで、キング流れたり、クイーン流れたりしたんだけど、タウンホールの方に戻すことができました。僕、この枠いなかったんですよ、今まで。スーパーバーバリアン採用してないと、ここで出せるユニットがいないんですよね。これがね、本当にね、違うっすね。なんか、大したことなさそうなんだけど、この12時カットって、めちゃめちゃ大きな役割を果たしてるんだよな。上手い人たちとかからするともう、何言ってんだ当たり前やんって思ってるかもしんないけど、この差はね、結構ね、でかいんですよ。これどっからやったんだろう俺。わかんねえよ。どっからやったんだろう。そこから行くんだ。今日のアタックなんだけどな、これ。攻めた日の2時間前に攻めたアタックなんですけど、これ。そっから行ったんだって感心してます。なるほどね。はいはいはい。テンプレである配置の、若干改良されてるかなってタイプの配置だったんで、ちょっと似たようなことをやってったって感じですかね。少しずらして9時から入って。これいいね。いいね。いいよ。めっちゃ強いじゃん、それ。いいね。はい、ナイス。いい削り。素晴らしいです。はい、これ。一瞬で飛ぶやん。高級な15枠だったな。ちょっとこれもね、キング早すぎるね、出すのね。もったいないわ。めったくそだな。とりあえず出せばいいってわけじゃないのよ。しっかりやって。さあ、ここは。とはいえクイーンと10日弊社でサイドカットしてるので、もう一回戻ってくれますと。で、9時が、9時じゃないわ。3時側に関してはね、さっきも言ったけど、クイーンがサイドカットしてて、見てこれ。やばすぎでしょ。ウォーデン出し忘れてます。何やってんのこの人。誰攻めてんのこれ。めちゃくちゃ下手くそなんですけど、下手くそとかじゃなくないこれもはや。下手とかじゃなくないこれって。下手とは違うよね、これもう。何やっとんねんって感じなんですけど、10日弊社から出てきたバルキリーにウォーデンのトームを合わせてそっちで突破しに行きます。これは起きてしまったことなんで、リカバリーで展開取らなきゃいけないってなったら、これはできるだけのことをやりたくて、
これいいトームなんじゃないですか、レイジトーム。素晴らしいですね。いいリカバリーかけますね、この人。からバルキリーで突破させまして、フリーズをね、逆サイド打ってあげて、キングで突破して、ここもう一回レイジを打って、なぜか全開が取れるということでね。はちゃめちゃな全開でしたね。これで全開取れちゃうんだから。正直めちゃくちゃでしたね、今のはね。あんまりお手本にはならないようなアタック。ザ・レジェンドのアタックでしたね。やっべ、ウォーデン出し忘れてるみたいな。トーム打ちたいんだけどさ、トームのボタンなくてさ、なんかウォーデンいるんだよ、ベンチに。何してんだこいつと思いながら。とりあえず送り込んだけどさ、ターゲットがもう都会者のやつらに連れてかれて、気づいたら死んでたよね。もう、出しそびれて終わったよね、タイミングがね、完全に。今のバルキリーおしゃれね。これ初手のインビジブルをね、これで節約することができました。で、対空砲が削れるタイミングで、ウィズ島に対してバルーンを切るっていうところ。脳死でね、初手、インビジブルスタートするんじゃなくて、対地クロス以外からのね、ターゲットが入らないって見たところだったので、それを利用して、対地クロスのタゲをバルキリーで取りつつ、ウィズ島を殴ることで、サイドカット兼みたいなところでね、今のいいバルキリーの使い方ができたんじゃないかなと思いますと。はい。これも結構いいスタート切れてるんじゃないかな、初手の削り。いいんじゃない？で、投石を絶対に降りたい。タイミングも完璧な回収。素晴らしい。これ素晴らしいよ、正直。いい回収よ。さっきの人とは多分ね、攻めてる人違いますね、これ。で、まずは、クイーンぶっ飛ばすんだけど、ちょっとこれね、ヒーラーをペッカーに取られちゃってるんで、あんま良くなかったかもしれないね。この、結構、ありがちな、もう近場ですぐ打っちゃうやつなんですけど、微妙だったかもしれんね。ちょっとこの辺ね、もうちょい丁寧に、そういうところまでケアした使い方っていうのを考えた方がいいな、本来。で、モノリスからのターゲットをね、ロイヤルチャンピオンを受けるタイミングではあったので、トーム回せて、ヒーリングトームプラスの、なんだっけこいつ、エレクトロブーツで、ロイヤルチャンピオン結構 HP 回復しますね。で、ヒーラーもついて、フリーズかけつつ、キング能力発動。で、こうなった時の裏にスーパーバーバリアンとかベビドラで回収をしていく裏パート。今まで僕はユニット、バルキリーとルートライダーに割いていたので、ここで裏に出せるユニットがいなかったっていうところなんだよね。すげえもったいない。今回はそんなに活躍はしてないんですけど、裏からまとめ上げることができるこのスーパーバーバリアン。正直ね、ヒーローが伸びなかったとしても、裏からスーパーバーバリアンで締めるみたいなこともできるんでね。今回は4ヒーロー生存したんで、形が良すぎたからね、今のは。できればスーパーバーバリアンの活躍がない方が、プランニング的っていうか余力があっていいかなって感じではあるんですけど。スーパーバーバリアンのおかげで全開が取れましたみたいな、なんかスーパーバーバリアンが 100% 強かったですみたいなリプレイはあんまないんだけど、地味で便利なのよみたいな。言ってくれて助かるみたいな、そういうユニットですね。これはね、9時から出しましたね、確か。そうそうそう。こっちは覚えてるんだよね。後のアタックの方が、そうか、そりゃそうか。後のアタックの方が覚えてる。そりゃそうだね。まずはクジロイちゃん。これなんか稼働テスラとかも前食らったこともあったんで、あれなんですけど、これね、ルート削るにはね、ここ9時から入ると超綺麗に削れるなっていうところで9時から投げていきましたと。いい削りだね。これはもう回収をするよね。トルネードも見えて、巨爆も見えて、ボックスも剥がされてなので、インビジブルで伸ばすというよりは、もう始めちゃった方がいいでしょうというような形。10日から始めた方がよくないこれ。10日スタートの方がいいよ。危ね。そうだ、俺クランリーグで、医療ギア変えて攻めてるから、戻すの忘れないようにしないと。この後、このリプレイ終わったら、医療ギア戻そうっと。マジ、クランリーグ始まったじゃんっていうような日なんだけど、動画撮影日が。クランリーグ初日の日なんだけど、
レジェンドリーグのギアと変えたとき、しっかり戻さないとね、忘れてた、完全に。で、やっぱね、10日弊社プラスクイーンっていう外周部が強い。これクイーンもね、内側のヒーローも全部入る、いいと思う。で、裏側ね、これベビートラとかスーパーバーバリアンのカット、これは結構強いんじゃない？すでに強いです。で、まあ、スケルトンの呪文を打って、まあ、マルチアーチャーターの竹も分散するみたいな目的もありつつ、裏からユニット削って、まあ、ウィズ島のターゲットもね、内側に入らないような形をとって、ウォールブレーカー、ウィズ島にスーパーバーバリアン、スーパーバーバリアンと。まあ、なくても全回取れるんだけど、あった方がより強いみたいな感じかな。まあ、難しいっすね。スーパーバーバリアンが活躍してる時って、結構ギリギリな時が多いから、スーパーバーバリアンのおかげで取れました回は、ギリギリな時が多いから、ちょっとあれなんですけど、何かミスってそうなった時になるからね、伝えづらいわ。これはね、対空砲からいきます。これもタウンホール側からルートライダー入るので、サイドカットの意味合いがあります、これ。ちょっとインビジブルの位置があんまり良くなかったかなっていう感じなんだけど、ロイちゃんのコントロールとしてはもう理想的な形が取れてますね。まあ、初手のインビジブルが本当にちょっとだけずれて、少し被弾はしたかなって感じなんですけど、やりたいことがかなりできているようなインビジブル決まってますと。はい。俺いらんくね？欲張りすぎでしょ。これ何の意味があったん？エアスイップ持っただけですけど、これ、いらんやろ、今の最後のインビジブル。説明してほしいわ、何で使ったか。多分、なんか、こっちまでワンチャンいけるんじゃねみたいな、バカみたいな甘い考えでやったのか、ちょっと考えたいから一旦そこまで見ていいっすかみたいな感じだと思うんだよね。で、10日弊社プラスクイーンを3次展開しつつ、ルートライダー発進という形です。で、スケルトンの呪文はね、ここ相当美味しいので、ヒーロープラスモノリスプラス、まあ、タウンホールとか、この辺のね、ターゲットすべて取ってもらいつつ、3次ウォールブレーカー入れて、タウンホールから、まあ、アイゴレいいタイミングで割れてくれてるね。アイゴレ採用も結構強いわ。まあ、アイゴレが強いのはやっぱみんなわかるよね。さすがに。アイゴレ強いよね。まあ、特に、ルートライダー、初手のね、ロイヤルチャンピオンで呪文結構使っちゃうので、フリーズ1枠使ってくれるのは強いと。で、今回ちょっとクイーン延命のためにね、フリーズ2枚使いましたね、これ。ここもう一回打ちます。この投石打ってくれてるのがクイーンだけで、ユニットが真ん中向かってくれないじゃないですか、これ。てか、向かってくれてないじゃないですか、誰も。なので、この投石、最終的に残ることになるので、これはクイーンで折り切っちゃった方がいいなというところで、フリーズ2枚ね、貴重なものだったんですけど、全部打ち切る判断をしていったという形です。で、ここでキング、能力発動。来週部もね、スーパーバーバリアンちょいちょい入れてっていう形だったんですけど、はい、ストライカーも若干入れていくことができつつ、ボールブレーカー入れて、からスーパーバーバリアン、対地クロスを触るように投げていくと。このさ、スーパーバーバリアンギリギリだったの、これ多分ね、ウォーデンとロイちゃんいなくても全回取れるんだよね。スーパーバーバリアン1体のおかげで。今のウォーデンとロイちゃんが死んでて、ルートライダーとスーパーバーバリアンだけで今のスーパーバーバリアン出てきたらどう？めちゃめちゃヒーローじゃない？これ、僕が今まで使ってた無駄が多い編成だとできないんですよ。裏に触ることができなくてっていうところでね。ちょっと動画撮り終わった後なんですけど、ライブアタックでね、今ちょうど撮り終わった後に来てまして、今来てて、終わった後に来てて、見てたらとんでもなくスーパーバーバリアン強かったんで、ちょっとこのアタック紹介しようかなと、最後に。これね、スーパーバーバリアンに全回取られました。それをね、ちょっと見ていきたいんですけど、まずこの段階で相当ね、だいぶ削れてますと。本体も削れてるし、援軍に対してポイズンもないので結構時間かかってますし、10日兵士も相当いかれてますしっていうところで、まあ、だいぶね、防衛できそうな感じのアタックになってる。
こっから行かれんのって感じですよね。正直、許せないわ、この展開。で、スーパーガーゴイルがね、なかなかいい位置で花火のような形で、マルチ IT とかこの辺、ちょっと空に対応する防衛施設がね、マルチ IT しかないところにね、スーパーガーゴイルが入り込まれたら、これ痛い。まあなんとかマルチ IT 耐えてくれたんだけど、対空砲がね、ギリギリフェニックス届かない位置まで逃げられてしまって。さあ、ここからですよ。ここからよ。スーパーバーバリアン4体しかいません。こっから全開取られましたと。これね、モノリスのターゲットをロイちゃんに入らないようにするんだけど、ロイちゃんに入りますと。これいかれんのよ、こっからまたっていう形でね。まあ、これ強いとこ出たよね。モノリスのターゲットをスーパーバーバリアンで吸うことができて、フェニックスも強い。これ、きつー。空罠ないんかいっていうところ。で、ここからテスラが1本のみと。一応フェニックスは黒幕で飛ぶんですけど、リクスケルトンね、このタイミングで立ってしまって、まあここテスラの範囲内でね、リクスケとか出ると結構熱かったんですけど、HP 高いよね、スーパーバリアンって見た目よりも。これはもう完全にスーパーバーバリアンに行かれたと言って過言ではないでしょうということでね、ちょっとめちゃめちゃ自分のアタックじゃないんですけど、趣旨に合うようなアタックがありましたので、差し込みで入れていきたいと思いますが、いかがでしょうか。まあ、無理くり今日はスーパーバーバリアンを押す回だったんですけど、もうみんな言われなくてもね、分かってるっていうところも多いし、何を今更って思ってる人も多いと思うんですけど、やっぱね、いいことは褒めていかないと何度でもね、スーパーバーバリアンもその方が嬉しいって、褒めて伸びるタイプなんで、スーパーバーバリアンは。結構ね、同じ編成に見えてね、ルートライダー1体減らしただけで相当自由度上がったんで、マジでね、この編成全然変わってないように見えるかもしんないけどね、体感で相当変わってるんで、またもしかしたらね、どっかいじるかもしれないんですけど、まあ、いじってね、自分なりの編成っていうところがね、出来上がってければいいのかなと思うので、最初に紹介した僕の編成にスーパーバーバリン入ってないので、僕の編成真似してね、この編成始めたよって方はね、ちょっとスーパーバーバリンを採用した形でぜひアップデートしていただきたい。こっちのはね、全然強いわ。あとね、タウンホール17じゃない方もね、参考にしてますみたいなね、できそうみたいな感じでコメントくれてるんだけど、それもね、スーパーバーバリンを採用した方がいい。僕きっかけで始めた人は、もうぜひ使ってほしいスーパーバーバリアンということでね、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。というわけで今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。